片方入れるけど片方入れないみたいなところを結構意識してですね、ちゃんとくっきり感がこのメイクでなんかそういう写真集撮りたいなってなんか思っちゃうようななんかありますよね。一つのこう作品っぽさを、出していただいたって、思ってます。どうもお久しぶりです。右耳スリープタイトのギター良平です。今回はですね、モードとストリートを融合させたメイクをしてみました。というわけでですね、今回のヘアメイクを、担当していただきました、三木康平さんです。どうも三木です。よろしくお願いします。いや今回はですね、もう本当に僕もこういったメイクをするのがすごい初めてなので、ただちょっと仕上がりにはもうすごいウキウキしちゃって、ぜひぜひ、このメイクの様子見ていただきたいと思います。それではどうぞ。カラコンはバンビシリーズのチョコレートというカラーを使ってます。結構輪郭がしっかりしているのと、あと色味が、瞳の色味がすごい個人的には好きなので、これを使ってみました。化粧水は D プログラムのしっとり肌用の敏感肌用の化粧水をたっぷり使ってます。クリームはニベアのソフトクリームを使ってます。ニベアのクリームは結構無難な誰にでも合うような質感のクリームになってますね。なので結構重宝してます。男性とか女性もそうですね、これは関係なくもうまず結構万能タイプ合わせられる、結構もうスピーディーに下地からその後に、保湿してからさらに下地のクリームを塗ってるんですけど、そこはもう結構スピーディーに僕の場合はやってしまいます。プリマビスタの皮脂崩れ防止用の化粧下地を使ってます。T ゾーンを中心に使っています。これってあれなんですか、なんか本当に長時間、例えばステージとか照明が当たる場所とかでもそうです結構皮脂崩れ防止で崩れにくいですね。これって崩れにくい塗り方とかってありますか？結構スポンジにしっかりファンデーションで肌になじましてあげると崩れにくくなります。MAC のオレンジ色のコンシーラーを使って顔の青みを消していきます。青みに対しては補色のオレンジ色が相殺して消えていくっていう感じですね。全体的にじゃあ顔の印象もちょっと明るくなる、優しくなるという。そうですね、くすみを取れるっていうイメージですね。これはやっぱり色としてはオレンジがいいって感じですか？そうですね、オレンジ色のコンシーラーをした後にオクタードの、明るい色のファンデーションでさらにカバー力を上げています。特にどことかってありますか？目の下とか鼻の周りとか、その肌が薄いところですねをカバーしています。アディクションのファンデーションを、肌の色に合わせて2色混ぜてトーンを合わせています。これは例えばじゃあ今日の僕とかの肌の感じに合わせてもらって、そうですね、セレクトして2色を、ブレンドしてですね。アディクション良いです結構やっぱアディクションのファンデーションは素肌感が結構出やすいので、その厚塗りしてる感じにならない、かつカバー力があっていいですね。今回は特にそのメンズメイクがテーマじゃないですか。そうすると確かに厚塗り感が出てしまうとちょっとまた舞台とかになってしまうんですよね。アディクションのファンデーションの後にキッカのプレスのファンデーションでさらに素肌感をプラスしつつカバーをしていきます。なるほど、上から塗っていくのに、そうですね、むしろ素肌感を出していく。キッカのファンデーションで結構素肌感が出るってことで定評があって、厚塗りしてるんですけど、厚塗りってことじゃないんですけど、ある程度カバーをしていくんですけど、その嘘っぽくならない、自然な感じ。そうですね。でファンデーションの後にシュウエムラのルースパウダーを全体になじましていきます。結構シュウエムラのパウダーはめっちゃキメが細かくてすごい綺麗な肌に仕上がります。確かに僕もこのタイミングで作っていただいていて、こんなになんかナチュラルだけどすごい綺麗に仕上がるんだって思いました。肌がピンってなりますね。まず最初にブラウンのアディクションのファンデーションをアイホールに入れていって、目の立体感を自分でも把握するのも含めてやっています。これはじゃあ最終段階にも多少は影響はするけれども、自分がさらにこの後色を塗る時のためにというのもあるんですか？印みたいなものもありますね。その後アイブロウでまずパウダーを使って眉頭から作っていきました。その後にアイブロウペンシルを使って眉尻まで形を整えていきます。これ眉毛を形作る時のポイントとかってありますか？まず眉頭の太さを作ってから眉尻に向かってまず上の辺、眉毛の上の形を作って、その後眉頭の下からこう眉尻に向かってつなげていくとすごい綺麗に形が作れます、知らなかった、そうなんです。結構でそれはあれですね、
普段なんかメイクとかする時でも全然女の子でも使える。そうですね、使えるテクニックです。少し顔に合わせて嘘っぽくならない眉毛っていうのを意識しましたね。それはやっぱり今回で言うと、メンズメイクで、ある程度こう地の眉毛を生かしながらのそうですね、自然なあくまでも地の眉毛感を残した感じですね。アイブロウを描いた後に軽くノーズシャドウで濃くならない程度に眉頭からつながっていくようにノーズシャドウを入れていますね。それはなんか効果的に言うと顔がなんかどう引き締まって見えるとか、そうですね、いう顔の中心になってくるので影を入れてこう締まった顔になるようにしてますね。結構ノーズシャドウって嘘っぽくなってしまうこともあると思うんですけど、目と眉毛の境目あたりですね、このに入れてあげると自然な影が作れます。でアイブロウを作って、ノーズシャドウを作った後に、地の眉毛のトーンを上げるためにアイブロウの眉マスカラを使っています。これは今回の、ヘアメイクというかアイメイクに合わせた色味というか。そうですね、少し眉毛のトーンを上げて、実際の自眉のトーンも一緒に上げていますね。最初にアディクションの、アリスという赤い色で使って、薄い色から徐々に作っていってますね。目の形に沿って赤をどの範囲にしようかなっていうのを考えながら入れていきます。これを塗るときにそれこそ一番最初に入れていただいたブラウンのシャドウも、ブラウンのシャドウを目印にしながら入れていきます。でアディクションの赤をのせた後にさらにチャコットの赤を使ってどんどん色を濃くしていきます。チャコットはやっぱ発色がすごく良くて締まった色になってきますね。で赤の次に黄色のパウダーシャドウを使っていきます。でもうここはもうどこに黄色があったら可愛いかなっていうのを想像しながら、のせていきますね。なんか例えばちょっとランダムチックにも見えるんですけれども、なんかバランス、こういう今回みたいになんですかね、左右対称じゃなく入れていく時のコツとかポイントとかってありますか？そうですね、片方入れるけど片方入れないみたいなところを結構意識して、同じところにむしろ行かないようにみたいなバランスになると。右の眉頭を入れるけど左は入れないみたいな感じで、でも左右の目の下には入れるみたいな感じで、そこはじゃあもうやっぱバランス感覚ですね。でその後にチャコットの練りの黄色いアイシャドウでさらに黄色を濃くしていきます。それは色は一緒なんですか？色は一緒ですね。質感が違うんですね。粉のシャドウとこうペトッとした質感の、より色が濃く出る質感のシャドウをさらに上に重ねていって濃くしていくっていうイメージですね。まず黄色を最初にのせるときに練りのシャドウを指でのせたんですけど、これはさらにもう、本当に指が一番濃く出るんですね。そういうもんなんですね。そういうもんですね。もう指でダイレクトにペトッとつけて濃さを出した後に、その後にブラシで黄色を足していったんですけど、その時にこういうギザギザにカットしたブラシを使ってかすれたペイントをしていったんですね。これはもともとこういうふうに市販されているもの？いや、これは普通のブラシをハサミで切りました。でいわゆるランダム感というかかすれ感が出るようにしてるんですね。で黄色のペイントをした後にメイクアップフォーエバーのアクア XL という赤のチューブに入っているシャドウを使いました。でこれでさらに黄色の上から赤でバランスを整えながら塗っていきましたね。チューブに入っているやつはもう本当にウォータープルーフで結構発色もよく、もうぺっとり塗れる感じですね。なんか僕も塗っていただいて、ちょっとまたここも引き締めるっぽいというか、そうですね、ちゃんとくっきり感が足された感じがしました。黄色だけだとやっぱり飽和してしまうので、さらに締めるっていう意味で赤を足しましたね。ちなみになんで、今回はこのアイメイクの提案としてこういったカラーリングになったんでしょうか？そうですね、今日はスタイリングを最初に見せてもらったんですけど、その時に黄色いパーカーがすごい印象的なカラーだなと思ったので、まず黄色は使おうと思って、その後に黄色と相性が良くてより締まる色ってなんだろうなと思った時に赤だなっていうところで2色をメインに使いましたね。今回でいうと黄色と赤なんですけれども、カラーを組み合わせるポイントとかってありますか？そうですね、やっぱり今回は暖色だけを使っているんですけど、黄色と赤だとやっぱりこう明るくてちょっと元気で強いイメージになっていくので、逆に寒い色を寒色を使っていけばちょっと冷たいクールな印象になりますし、どんなイメージにしていきたいかなって時に考えますね。
確かにそれでいうと今回はコーディネート的にももうこれから春ですね。はいという感じなので、色味的にもすごい春っぽくて、はいはい、僕もすごいお気に入りです。ありがとうございます。次にヘアアレンジをしていったんですけれども、先ほど言ったように明るいイメージにしていこうと思ったので、毛先を遊ばせて活発なイメージにしてみました。まずアイロンで毛先を跳ねさせていきます。アイロンで毛先を動かした後にスプレーでまず毛先を整えながら、その後ワックスも揉み込んでいきましたね。マットなワックスを使って毛先をまとめていきました。これは今回マットなワックスを使っていただいたのは、はい、これもやっぱりアイメイクの雰囲気とかに合わせてということですか？そうですね。軽い印象になるようにべっとりしないようなワックスを使ってます。でその後は形を整えながらトップに少しコームで逆毛を入れてボリュームを出しました。これすごいワックスの匂いもいい匂いで、はい、なんか僕的にはすごい好きだったんですけれども、はい、選ぶときにもちろんね性能もあると思うんですけれども、はい、その匂いとか、あと例えば逆に使い勝手みたいなところで選んだりもしますか？そうですね。今日使ったワックスとか本当にいつも仕事でも使ってるワックスで、はい、本当に万能タイプってやつですね、いわゆる。あとはもう本当にテクスチャーっていってはい、手に伸ばす時の質感がすごい良くて伸びやすいんですよね。確かにめちゃくちゃ硬くて伸ばすまでに時間かかるのもありますもんね。ありますね、そういうところがなくて便利なワックスですね。ヘアが仕上げた後にもう一回少しメイクを直そうと思って、リップに色を足してみました。これナチュラルなピンクベースのリップですね。これはもともとの唇の色を、もうちょっと発色をそうですね、血色良くするというか、はい、そういうイメージですか？そうです。で全ての工程が終わった後にさらにバランスを整えようと思って先ほどの赤いチューブのシャドウを使ってまたシルエット、メイクのシルエットを少し変えていき、で今回アイラインを引いてないんですね。でそのチューブの赤を使って赤いアイラインを最後に引きました。僕も最後にこのタイミングで入れるんだと思ったんですけど、じゃあもう本当に仕上げというか、まとめるための。そうですね。最後にもうアイライン赤で引いてしっかり決めていくっていう感じですね。はい、メイクいかがでしたでしょうか？いや今回はですね本当にいろいろなポイントがあったと思うんですけれども、はい、一番ミキさん的なこだわりのポイントとかって？こだわりポイントはですね、やっぱり最後に仕上げの時に使っていたかすれペイントですね。あれは僕もでも筆も含めてちょっと初めてやっていただいたんですけれども、ちょっとしたアイディアでこんなになんていうんですかね、効果的に、はい、色の出方であったりだとか、メイクの塗り方が生まれるんだなって思いました。そうですね。ナチュラルメイクではないんですけど、結構アート性をちょっと意識してモードな感じにやってみようかなと思ってやってみましたね。でも僕もそれはすごい感じていて、なんかちょっとこのメイクでなんかそういう写真集撮りたいなってなんか思っちゃうようななんかありますよね。一つの作品っぽさを、出していただいたって、思ってます。すごい嬉しいです。はい、今回はですね衣装に関して言うと、僕もすごい仲良しな、ミントくんがデザイナーのミント猫さんというブランドの服なんですけれども、めちゃくちゃスポーティーに仕上がっていて、本当にこれあれなんですよ。パンツもいわゆる今流行りのジャージタイプで、で上に着ているこのちょっとね春らしい黄色のパーカーもちょっとねその袖のラインプリントもめちゃくちゃ可愛く仕上がってます。というわけでですね、最後になりますが、この動画はですね、かわいいパティーンという、チャンネルにアップされています。ぜひぜひこの、かわいいパティーンへの、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、他にもですね僕の、過去のメイク動画や、それ以外にもねもういろいろなメイクの参考動画も上がっているので、すごい楽しめると思います。はい、というわけで、それじゃあバイバーイ。